盤矯正ストレッチやっていきます。足の裏合わせて体の前でひし形作ります。このまま体真正面に倒します。どこまで倒れるか覚えておきましょう。お尻とか外ももこの辺伸びると思います。理想はですね、おでこが足につくことです。最低でも肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。今、この状態を覚えておいてください。これ1回でかなり、骨盤周りのね、筋肉が柔らかくなって倒れやすくなりますので覚えておいてください。よし、OK です。次開脚しましょう。開けるところまで開きます。いけるところまで OK です。で、そのまま体真正面に倒していきましょう。内もも、膝の裏伸びてれば OK です。これも理想は120度ぐらい開いておでこが床につくことですが、僕も今やっとアキレス腱断裂が治って、なんとか90度ギリギリです。皆さんどうでしょうか？これも1回で変化出るので、今現状ね、覚えててください。膝の裏、裏ももが突っ張る、骨盤が立たない、開かない。今これぐらいだなと覚えててください。そしてね、いつも伝えてる通り、毎日必ずやらなきゃいけない。そんなことはありません。週に1回でも習慣化なので、無理せずね、ご自身ができる範囲でやっていきましょう。OK です。そしたら、あぐらの状態から、ちょっと、右足だけ前に出す。こんな状態作りましょう。このまま体真正面に倒します。右のお尻ストレッチかけていきます。これも柔軟性チェックから出てます。理想はおでこが足、もしくは床につくことですが、最低でも僕と同じぐらい、肘が床につく。これぐらいまでいってほしいです。お尻、外もも伸びてれば OK です。いまいち感覚わからない方、足手前に引く、前に出す、もっと前に倒れる、斜め前に倒れる、等々、こうしたら右のお尻伸びるなって角度を探していきましょう。これもね、お尻の柔軟性チェックから出てますので、1回でかなり変化出ますので、楽しみにしててください。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。このまま、次、左足前に出します。そして前に体を倒していきます。左のお尻のストレッチかけていきます。理想はおでこが床につくことですが、最低でも肘が床につく。これぐらいまでやっていきましょう。そして最近の動画ね、ずっと1週間チャレンジって言い方してますが、7日間連続じゃなくていいです。週に1回でもできれば習慣化なんで、週に1回でもできれば1回。で、1週間チャレンジって言い方ですが、実質7回チャレンジだと思ってください。で、これがきつい方3回チャレンジでもいいです。そして動画最後まで完走しなくてもいいです。2種目だけやった。これでも1回ってカウントして OK です。よし、OK。そしたら次、右足伸ばします。で、このまま右手で右のつま先触りに行きます。膝の裏、裏もも、この辺りが伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？膝の裏、裏ももです。これもね、柔軟性チェックから出ます。指先でつま先ギリギリ触れるぐらいですが、最低でもこれですね。指先がつま先触れる。触れない人はかなり硬いと思ってください。理想は手首がつま先に当たるぐらいだと思います。呼吸を止めないようにしましょう。こういった反動をつけながらでもね、ちょっとずつね、前に倒れていけるといいと思います。よし、OK。逆いきます。左足を伸ばします。これで左手で左のつま先を触りに行きます。膝の裏、裏もも伸びてれば OK です。これも柔軟性チェックから出ますので覚えておきましょう。僕はつま先、指先で触れるぐらいです。そしてこの僕のプロテインのスマートタンパクも、このズボラストレッチも、その他ダイエットも全部そうなんですけども、毎日必ずやらなければいけないですかとか、1日休んじゃったんですけど、それじゃダメですかとか、すごい完璧主義の方が多くて、そういう質問いただくんですけど、こうしなきゃいけない、毎日やらなきゃいけないのとか、ズボラストレッチに関しては一切ありません。週に1回でも習慣化なんで、皆さんができる範囲で全て OK ということになります。OK です。そしたら次、体育座り状態からちょっと足肩幅に広げる。これぐらいの状態作りましょう。で、左右に倒す。倒す。これ繰り返しましょう。倒す。この時お尻見て OK です。倒す。倒す。固定したまま倒すじゃなくていいです。膝が横につくぐらいまで倒す。お尻浮いちゃっていいです。スピード勝負じゃないんで、ゆっくり自分のできるペースでいいですからね。そしてできない種目があったりとか、きついなって感じたら途中で10秒休んでもいいです。最後の10秒サボってもいいし、1種目丸々ね、飛ばしても OK です。こうしなきゃいけない、やらなければいけないってことはズボラストレッチは一切ありません。
OK です。そしたらこの体勢のまま、次ちょっと難易度上がります。右に倒します。このままお尻持ち上げます。お尻下ろします。左に倒します。お尻持ち上げます。これ繰り返します。ちょっと難易度上がります。お尻持ち上げます。このお尻持ち上げた時にお尻使います。で、僕と同じペースじゃなくてもいいです。もっとゆっくりでもいいです。できる範囲で OK。そしてこれよくいただき質問として、なんかヨガマットとか、こういう風にちゃんとしたとこでやんなきゃいけないですかとか、ちゃんとこういうね、ヨガウェアみたいに着なきゃいけないですかって質問も来るんですが、大丈夫です。もうT シャツ短パンでも、パジャマでも、こういう服着なきゃいけないってこともありませんので、こういう場所じゃなきゃダメってこともないので、どこでも皆さんができる範囲でやっていただければと思います。よし、OK です。そしたら次は、こんな感じですね。卍作ります、卍。この状態作れますか？そしたら、右に体倒します。右に。右のお尻伸びてれば OK です。わからない方、この体育座りで足肩幅の状態から右に倒す。この状態。そのまま右に体倒す。右のお尻伸びてますか？で、これ、僕と同じ格好、これを真似することが目的ではないです。右のお尻伸びてればそれで大正解です。いまいち伸びない方、体をもっと斜め前に倒したり、もっと遠くまで手を伸ばしたりとか、いろいろやって右のお尻伸びる位置探してみましょう。OK です。逆いきます。左に倒します。で、このまま正面に倒します。左のお尻のストレッチしていきます。できてますか？このまま左に倒す。左に体を倒す。左のお尻伸びてれば OK です。毎日やんなきゃいけないってこともないし、1日おきでもいいし、3日に1遍でもいいし、週に1回でもいいし、この動画を最初から最後まで完走しなければいけないなんてことはありません。途中でやめても全然大丈夫です。皆さんができる範囲でね、習慣化が目的なので完璧を求めてやってみましょう。OK です。そしたら次ですね、右膝曲げます。こんな感じです。左足を前に出して右膝曲げる。右の前もものストレッチしていきます。これでもね、十分伸びると思うんですが、頑張れる方、もうちょっと後ろ倒しましょう。ただ、腰が反らないように、ちょっとお腹へこませるぐらいでちょうどいいです。僕はちょっと右のアキレス腱断裂後なので、ちょっとこれでもきついので、そんな方はこうやって足首外出してもいいです。これでも全然大丈夫です。右の前もも、外もも、この辺が伸びてればいいです。頑張れる方は、正座の状態作って、ちょっと後ろに倒れる。腰だけ反らないようにしてくださいね。こんなんだって腰反りながら頑張ってる方多分いると思うので、腰は反らない。前も伸びてれば正解です。OK です。次。右足を伸ばしたまま、左膝曲げる。この状態作りましょう。で、後ろに倒します。左の前もものストレッチです。これ前もも大腿四頭筋って筋肉のストレッチなんですが、骨盤からね、ついてますので骨盤調整、骨盤矯正する上では欠かせないと思います。きつい方、ちょっとこうやって足首外に出してもいいです。外に出しても OK。前もも外ももこの辺伸びてれば OK です。頑張れる方は、しっかり正座の状態作って、この状態で後ろに倒れるといいと思います。呼吸止めないようにしましょう。前もも向ければ正解です。よし、OK。そしたら次はですね、正座できますか皆さん、正座。正座作って、そのまま後ろに倒れる。これで、前ももを左右両方同時に伸ばしてるんですが、どうでしょう、伸びますか？いまいち伸びない方、体をもうちょっとこうやって、後ろに倒してみたりとか、もしくはですね、ちょっとこうやって、ぐっとお腹を突き出す。この感じでも前もも伸びてくると思います。ただ腰がこうあんまり反りすぎないようにしてください。こんな感じでお尻持ち上げて、めっちゃ前もも伸びます。もしくは後ろに倒れる。これでも OK です。皆さんがね、できる範囲でやっていきましょう。前もものストレッチです。よし、OK。そしたら次ですね。左足前に出します。はい、この体勢作りましょう。で、体を前にぐーっと体重かけて、右の付け根、ここのストレッチをしていきます。右のお腹から股関節付け根、腸腰筋のストレッチです。伸びますか？全然頑張れる方って方は右手万歳してもいいです。
で、こう前のめりになって伸びません。胸はぐっと張っておきましょう。ただあんまりこう反りすぎないようにね。胸は張っておくけど腰は反らないぐらい。この付け根が伸びてれば OK です。いまいち伸びない方、ちょっとぐっと、なんでしょうね。ここを突き出す。ここを突き出す。OK です。逆行きましょう。右足を前に出して、そのまま正面にぐーっと伸ばします。左の付け根、ここをストレッチかけていきます。伸びてますか、付け根。頑張れる人、左でこうやって万歳するとね、さらに脇の下、脇腹まで伸びます。ただ基本的にはこの左の股関節、付け根、腸腰筋伸びてれば OK です。これも溝落ちから太ももにかけてついてる大きな筋肉なので、骨盤矯正ストレッチには重要だと思います。こうやってね、足が体の後ろに行ったら伸びるんで、座ってる間はずっと縮まってる筋肉です。よし、OK。四つん這い作りましょう。四つん這いの状態作ったら、このままおへそを覗き込むように背骨を丸める。逆にゆっくり反らせる。これ繰り返しましょう。おへそを覗き込むように背骨をしっかり丸める。ゆっくり反らせる。ぐーっとおへそを覗き込む、覗き込む。覗き込む。ゆっくり反らせる。普段動かさない範囲までしっかり背骨を丸める、反らせるです。できる範囲でいいですからね。OK。そしたら次、正座します。正座がきつい方、あぐらでもいいです。あぐらでも。それもきつい方、いいです。前屈でもいいです。正座できる方は正座。そのまま体真正面に倒します。ここ、背骨をですね、丸めるイメージです。正座のままの前に倒れる。で、この時、お尻が浮かないようにしましょう。お尻はつけたまま、べちゃーんと。理想は僕みたいにお尻が、床から、お尻がね、かかとから浮かないで、こうやって頭が床につくといいですが、硬い方、これぐらいしかいかないんじゃないかなと思います。ただ、呼吸と止めないようにね、呼吸しながら、ちょっとずつ前に倒れるといいです。できない方、あぐらでも、長座でもこれは大丈夫です。よし、OK です。そしたらあぐらかいてもらって、右肘、右手、床につきます。左手万歳します。左の脇の下、脇腹、この辺り伸ばしていきましょう。脇の下、脇腹、伸ばします。斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとか。広背筋って普段ね、手を上げないと伸びない筋肉。手を下ろしてるとずっと縮まってる広背筋って背中の大きい筋肉のストレッチです。この時、お尻多少浮いてもいいです。左の脇の下、脇腹伸びてれば OK です。よし、OK、逆いきます。左手、左肘床につけます。右手万歳します。脇の下、脇腹、この辺り伸びてれば OK です。お尻が床から浮いても OK です。浮かない方がより伸びますが、多少浮いても全然大丈夫です。これね、なんで骨盤矯正なのにこの広背筋、背中の筋肉ストレッチしてるかっていうと、広背筋ってね、Google 検索して図を見てもらったらわかるんですけど、骨盤からついてる大きい背中の筋肉です。これも骨盤矯正には必要です。OK です。そしたら次、あぐらでも正座でも長座でも大丈夫です。両手万歳して、手のひら外向けながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手万歳しながら手のひら外向けて肩甲骨ギュッと寄せる。これ繰り返していきましょう。万歳して手のひら外向けながらギュッと寄せる。寄せる。限界まで万歳、手のひら外向ける。これ繰り返しましょう。呼吸止めないようにしましょう。万歳。限界まで万歳して外向ける。万歳して。で、この時ちょっと背中グッと胸張る感じですね。手のひら外向けて。ギュッと。OK です。そしたらですね、あぐら、このまま、もしくは正座でもいいです。どっちもいいです。このまま、右手を左斜め前に伸ばす。左手を右斜め前に伸ばす。これ繰り返していきましょ
伸ばす。脇の下、脇腹伸びてる OK です。スピードよりも普段動かさないまでしっかり手を伸ばし切る。伸ばし切る。これ繰り返しましょう。伸ばし切る。伸ばし切る。呼吸を止めないようにしましょう。伸ばし切る。伸ばす。呼吸を止めないで遠くに伸ばす。スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲でしっかり遠くに伸ばす。ラスト。よし、OK。そしたら柔軟性チェックしていきます。右足を伸ばします。右手で右のつま先触りに行きます。膝の裏もも伸びてれば OK です。さっき僕指先でギリギリつま先触れるぐらいだったのがだいぶ余裕を持って掴めるようになりました。皆さんどうでしょう？変化出てますか？変化出たらね、コメント欄でこういう風に変わったよってぜひ変化教えてください。初コメントの方もね、初コメントです。変わりました。これだけでも全然 OK です。ぜひコメント欄ね、活用してください。OK です。逆いきます。左足伸ばします。左手で左の指先触りに行きます。膝の裏もも伸びてれば OK です。劇的にね、変わってなくても、ちょっと膝の裏、内もも、突っ張り感が減った。これでも十分な変化です。そしてね、コメントしたことないよって方、初コメント、かなり緊張すると思うんですけども、大丈夫です。初コメントです。こんにちは。初コメントです。こんばんは。これだけでも OK です。初コメントです。1回目やりました。これも OK。初コメントです。前屈が少し進みやすくなりました。これでも OK です。逆にこれダメってコメントありませんので、ぜひコメント欄活用して、それで自分がやったよって証を残して、日々のね、モチベーション維持に無料のコメント欄使ってもらえればと思います。OK です。そしたら次、右足をちょっと前に出します。こんな感じです。このまま体真正面に倒します。右のお尻、膝の、右のお尻外ももですね。この辺伸びてれば OK です。僕はさっきおでこが床につくまでいかなかったんですが、今多分頑張ればつきます。お尻が床から浮かずにおでこが床につく。僕はここまで来ました。皆さん変化どうでしょうか？右のお尻の突っ張り感が減った。前に倒れやすくなった。どんな変化でもいいので、ぜひ教えてください。そしてね、ズボラストレッチの視聴者さんのこと僕、ズボラーと呼んでますが、ズボラーの皆さん、いつも来てくださってる方は、初コメントの方ね、見かけたら、ズボラーようこそとか、よくできましたね、素晴らしいとか、応援してますとか、応援コメント、いいねをね、初コメントの方見かけたらぜひ押してあげてください。逆いきます。左足を前に出します。このまま前に倒れていきます。左のお尻のストレッチです。僕、こっちのが若干硬いですね。よく左右差気にされる方いますが、人間なんで左右差ない方が逆にやばいです。左右差あったら当たり前です。明らかにね、どっちかが硬いって方はそっち気持ち多めにやってあげるといいです。こっちだけ2セットやるとか。僕はね、こっち硬いんで、こっちをちょっと反動つけながらやります。呼吸は止めないようにしましょう。そして何より、完璧じゃなくていいです。毎日じゃなくていい。最後まで動画完走せずに途中でやめても OK です。できる範囲でやっていきましょう。OK です。そしたら次、開脚です。いけるとこまで開いていただいて、前に倒れましょう。僕は、開きやすくなったのと、この内ももの突っ張り感がだいぶ消えました。皆さんどうでしょう？開脚、変化出てますか？そしてね、なんで最近僕こんな動画でコメント欄使ってコメントしてって言うかっていうと、すごくこれ僕の感覚的な話なんですけど、コメント欄を使って記録してる方とか交流してくださってる方の方が明らかにズボラストレッチを習慣化できてるんですね。なので習慣化の、きっかけとしてコメントでね、なんか誰かのコメントにいいねを押すとか、自分で記録してみるっていうのをやってみてほしいです。OK です。そしたら最後、足の裏こうやってつけて、ひし形、体の前で作っていただいて、このまま正面に倒して、骨盤矯正ストレッチをおしまいにします。どうでしょうか皆さん、これ、だいぶ倒れやすさあると嬉しいです。僕は肘がつかなかったかなっていうのが肘がつくようになりました。おでこが足につくのはちょっとまだですが、皆さんはどうですか？変化出てますか？そしてね、1週間チャレンジ、7回チャレンジいつも言ってますが、毎日じゃなくていいですからね、週に1回できればそれで習慣化です。初コメントの方、ぜひ、初コメントです。こんにちは。初コメントです。1回目できました。とうとう、なんでもいいのでコメントお待ちしております。ズボラストレッチはこうやって1回でもね、変化が出る、構成になってますので、
変化を実感していただけると思います。お疲れ様でした。素晴らしいです。最後まで来た皆さんもう全然ズボラじゃないです。自分自身に拍手しましょう。ぜひやったよとコメントお待ちしております。